こんにちは、ブラックボーです。今回はですね、2月1日にマイナーチェンジを行った新型カムリ、こちらの内外装紹介を行っていきます。今回、紹介するカムリの仕様はこちらのようになっております。WS グレードの、プレシャスメタルの外配色になっています。この色がすごい似合ってるなって印象でしたね。で、主にマイナーチェンジして変わったところは、このフォーグランプ周りのメッキ処理ぐらいかなと思ってます。この辺りのフォーグランプのところですね、エアを抜けるようになってないんですけれども、ここら辺が、よりシャープになった印象です。あと、このボディの下部のバンパーのところのこのメッキの処理が追加されて、よりなんかワイドな感じの印象を与えているように思いますね。続いてサイドに回り込んでいました。で、カムリのサイズなんですけれども、全長が4910、全幅が1840、全高が1445というところで、クラウンと、括弧内の数字はクラウンとの比較なんですけれども、クラウンよりも 40mm 大きくて、全高が 10mm 低いっていうところで、よりワイドな道路になっています。やっぱりカムリがよく売れてるのがアメリカのところでよく売れてるっていうところがあって、アメリカンサイズっていうこともあるし、あと、グローバルなセダンっていうところで、日本専用っていうわけじゃないので、大きくなってしまうのはしょうがないかなと思うんですけれども、この数字見る限りよりワイド&ローなセダンっていうのが見えて取れます。続いて足回りです。で、このアルミホイールも新規デザインになっていて、すごくかっこいいなと思いましたね。最近トヨタ市に限らずなんですけど、純正のホイールがすごくかっこいいので、履き替えなくて済むんですけれども、逆にちょっと個性を出しづらいっていうのが、贅沢な悩みなんですけど、悩みの種ですよね。はい。で、タイヤのサイズが、こちら見てみますとですね、235-45R18 っていうところで、18インチのホイールになってます。個人的には19インチぐらい履いてもらってよりスポーティーに出してほしかったんですけれども、そうするとやっぱり乗り心地が犠牲になるのが、あるので、そこら辺での兼ね合いなんでしょうかね。はい。続いてリアに回り込んでみました。で、このリアのテールランプのデザインの方も、やはりスモークがかかっていてですね、よりスポーティーな印象になっていますね。ここら辺のところ。なんか若干スモークかかってますよね。で、あとここ、これは装飾なんですけれども、ピンのところ、これがあるとないとで結構やっぱり印象が違うので、これは欲しいところですよね。はい。で、あとマフラー、これ2本出しなんですけれども、残念なところがですね、これマフラーカッターになっていて、排気が出るのが内側のからのみっていうところで、ちょっとできれば左右2本出ししてほしかったなっていうのが個人的な残念なところですね。続いてトランクの容量の話です。こんな感じでパッと見た印象でもかなり広いのが伝わるかなと思います。こんな感じで左右埋められてますし。で、あとここにですね、非常時の給電用のアクセサリーコンセントがついてます。やっぱり最近災害の多い日本ではつけておきたい装備ですよね。こんな感じで。で、次、床下収納なんですけれども、ちょっとカメラ持ち替えさせていただいて、床下収納の方は、これぐらいのところはあるんですけど、基本的にはジャッキとか入ってるようなところなので、あまり使えるところではないかなと思います。ほぼないですね。ただ、私、これ今、手伸ばして届かずんですけど、手届かないようなレベルなので、トランクの容量として十分あるんじゃないかなと思います。あと、さらに追加のプラスアルファの要素として、トランクスルー、今回この展示車では使えなかったんですけれども、トランクスルーの機能もありますので、実用上、困ることはほぼないんじゃないかなと思います。はい、以上、トランク容量についてでした。続いて運転席に乗り込もうかなと思います。はい、ドアを開けまして、内張りを見てみるとですね、上半分はソフトバットで、さらにこの中の部分っていうのもなんかより弾力が強いソフトバットで、ウィンドウのところの操作スイッチにもメッキ処理が施されてかなり質感高いですよね。で、さすがに下のところはパードプラだったんですけれども、ペットボトルが突っ込めたりっていうところで、スプラと比較しちゃダメなんですけど、実用性はかなり高いなっていう印象でしたね。スプラが突っ込めないだけなんですけど、はい。で、乗り込んでみまして、で、カムリのオープニング画面がですね、はい、こんな感じですね。かっこいいですね。で、着いたら、今回展示車は特に設定とかいじったりはできなかったんですけれども、こんな感じでつけるとディスプレイ、左側がハイブリッドのインジケーター、右側が車速で、中に7インチの液晶モニターがついていて、いろいろ情報が表示できるっていう印象ですね。で、ステアリングの質感なんですけれども、すごいサラサラしてる質感で、握りやすかったですし、あとここの部分にメッキ処理がついているので、結構高級路線で意識されてるなと思います。で、左側がオーディオ関連のスイッチであって、で、右側が、セーフティーセンスの関連だったりというところですね。で、今回はカムリにレーントレンジングアシストが追加されたっていうところで、安全面としてはかなりアップデートされたんじゃないかなと思います。あと、ステアリングの右下のところにはですね、こんな感じで、あまり使わない、使うか、ガソリンのところだったりとか、トランク開けたり、あとこれですね、パノラミックビューモニターが今回設定されました。
で、X グレード以外のところにオプション装備なんですけれども、こんな感じでぐるっと一周回り見れるというところで、今回のマイナーチェンジのところ、外観はあんま変わってない印象なんですけど、こういったところの安全面のところがかなりアップデートされた印象ですね。で、このディスプレイオーディオのモニターっていうものを9インチに拡大されたんですけれども、やっぱりちょっと後付け感が強いかなという印象です。で、一応これ私の目線に合わせたところで、ギリギリ両線に被らないところなんですけれども、やっぱり座ってるところの着座位置が低い人にとってみると、ちょっと被ってしまうような、視界に妨げになってしまうような印象ですね。この辺は気をつけた。一回ディーラー行っていただいて試乗してみていただいた方がいいかなと思います。その他操作系についてです。エアコンはこのような形でボタンが外側に配置されていて、物理スイッチなので、見ずに操作できるっていうのがいいところかなと思います。で、その下にオプションにはなってしまうんですけど、置くだけ充電のスペースがここに設置されています。さらにシフトノブがありまして、この握り心地がいいシフトノブがいい感じでしたね。はい。で、その下に平行モード、ノーマルモード、スポーツモードといった、モード切り替えのボタン、EV モードと、ブレーキホールドのボタン、あとペットボトルホルダーが2個設置されていて、さらにその後ろにブレーキホールドですね、があります。であと、ここシートヒーターがあるんですけれども、シートベンチレーションが設定なくて、この車格ならどうせならつけてほしかったかなっていうのがあります。で、肘置きの中には、こんな感じでスペースがありまして、結構深いところあるので、いろんなもの入るかなと思います。で、これ USB かなと思ったら、単純に爪でしたね、固定用の。間違えました。はい、でシートの方も、サイドの張り出しが結構大きくて、やはり WS がスポーツグレードっていうのがありますので、ホールド感が強いシートでしたね。はい、革のシートでした。で、あと、この辺りのところの、この結構特徴的なカーブ、質感高かったんですけれども、印象的でしたね。で、あと、開けてみると、ダッシュボードなんかちょっと肝仕上げ等はされてなくてですね、これも繰り返しなんですけど、この尺だったらつけてほしかったなっていうところがありますね。はい。こんな感じで。で、一応、電動のテレスコピックの機能もありまして、この辺りはやはり、高級車前とした装備はしっかりついていくかなっていうところで、ちょっと質感が低かったり高かったりっていうところが結構ギャップがあるところが多い印象でしたね。続いて、後席に乗り込んでいきます。はい。で、後席ドアの内側の質感っていうのも全席同等レベルでしたね。ソフトパッドが結構使われていて、質感としては本当に運席と変わらないレベルでした。で、カームリの後部座席なんですけど、広いですよね。これはかなりの武器になるんじゃないかと思います。で私、身長170センチで、ドライビングポジション合わせてる状態で足組めたんで、これはかなり魅力的だなと思いましたね。はい。なんで、すごくゆったり座れる印象ですね。で、WS グレードなので、こんな感じで、サイドもやっぱりちょっとしっかりしていてですね、すっぽりはまるような印象だったので、ゆったりとして乗れるんじゃないかなと思います。で、ちょっと気になったのが、このセンタートンネルの張り出しっていうのと、このセンタートンネルの上にある、このエアコンの吹き出し口の質感がちょっと、クオリティ低いんじゃないかなというふうに思ってしまいました。ちょっと安っぽいって言い過ぎですけど、ちょっと質感低いかなと思います。で、あとこれ、アームレストがあるんですけれども、このアームレストちょっと気になってですね、バタンと、こんな感じで、なんか動きがちょっと質感があまり良くないかなという。もちろんペットボトルを差し込めたりとか、実用的ではあるんですけど、ちょっとちょっとチープな感じの動きでしたね。こんな感じで、バタンと、ちょっと下がってるような感じで、動きがちょっと重厚感があまりないっていうのがちょっと気になったところですね。はい。で、あと、やっぱり5人掛けしようと思ったらこんな感じで先頭トンネルまたぐような印象になるので、幅が広いので、特に困ることはないかなとは思うんですけど、ちょっとそこが気になるところであります。こちらの展示車にはオプションなんですけれども、ムーンルーフがついてました。これがあるとないとで、やはりセダンとは言っても開放感がかなり変わってくるので、これつけておくのがいいんじゃないかなと思います。あと、原理はよくわからないんですけれども、これがついてると、買い取り価格っていうのもなんか割り箸になるそうなので、そういう意味でもつけた方がいいんじゃないかなと思います。最後に後席からの前席までの眺めがこんな感じですね。はい。結構やっぱりスタイリッシュにまとまっている質感だなと思います。ちょっとディスプレイアウトにやっぱり存在感が強いですけれども、はい。こんな感じですね。で、右に見てみるとですね、はい。こんな感じで、リアのガラスって結構後ろまで伸びているので、こういった意味でも開放感はだいぶ強いんじゃないかなと思いました。はい。以上です。はい、今回の内外装紹介のまとめに入ろうかなと思います。で、まず1つ目なんですけれども、今回の WRS グレードっていうところで、実用的でありながら、スポーティーな外観を兼ね備えたセダンであるので、家族サービスと守備的な使い方の両立ができそうだなというのを思いましたので、そこら辺の需要は満たしてくれるんじゃないかなと思います。
あと今回の改良なんですけれども、目に見えない安全面の強化っていうのは今回のポイントかなと思いました。やっぱり車体が大きいのでパノラミックビューモニターだったりっていうのは重宝しそうだなというふうに思います。あと、後席バネの質感がちょっと少し気になったところが多かったかなと思います。アームレストだったりとか、エアコンの吹き出し口とかですね。なので、やっぱりショーファー的な質感を求めている方には、クラウンといったようなメーカーの差別化の意思が感じられたので、そこは一回実際に見ていただいて、質感を、自分の目で確かめていただいた方がいいかなというふうに思います。はい。今回の動画としては以上となります。今回の動画の内容がいいねと思った方は、グッドボタンであったり、よろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。モチベーションにつながります。以上です。